三角不等式の解説をしていきます。目標は下にある3つの不等式ですね。これが解けることを目指していきます。それでは例題の解説に入ります。その前にちょっと思い出してほしいことがあります。半径1の円、単位円とありましたよね。で、その単位円周上の点、この点と原点を結んで x 軸の正の向きとのなす角、これをθと置きますね。で、この時に、この点の座標、どうやって表せたか覚えてますでしょうか。この点を今仮に点 P と名前つけましょうね。その点 P の座標は、はい、コサインθ、サインθで、表せましたよ。ね。で、θというのはこれ、別にこの辺のね、30度、40度ぐらいじゃなくったって、120度とか、150度とか、220度とか、ね、330度とか、いろんな値が取れるわけですよね。一周できますから、ね。この点は一周することができるわけですから。なので、いろんな値をね、取るんだけれども、必ず当たり前ですが、その点 P、円周上に点 P が取れるんで、点 P の座標っていうのは、その θ に対して、コサインθ、サインθで、与えることができますよ。ということは、逆に、θ がどんな値で、あってもですね、コサインθ、サインθとなるそれと一致する点が必ず円周上のどっかに存在しているんだということなんですね。でこの考え方を使って、不等式を解いてやろうということなんです。つまりサインθっていうのは半径1の円周上の場合はy 座標の値と一致しますから、ここをθとした時の y 座標と一致しますから、じゃあy 座標が2分のルート3よりも大きくなるような点の範囲を示すようなθの範囲、ねここからここまでかなとかそういうものを見つけてやればいいのかなというふうに考えるんですね。ですからこういう不等式が出てきたときに最初にやること、不等式の意味を読み取る、図形的な意味に置き換えて考えるということですね。半径1の円周があって、左の円周上で y 座標が2分のルート3より大きい点の場所を探そうということですね。はい、そうすると該当するのは円周上で、直線 y イコール2分のルート3、よりも上側のところということですよね。はい。じゃあそれはどこかっていうともう分かりますよね。半径1のこの円周上でこの赤い線よりも上側の点ですからこの辺ですよね。ということは、こういう今赤い太線で、塗られているこの部分ですよね。はい、この部分にある円周上の点を表すθの範囲、ね、そんなθの範囲を求めればよいということになるんですよね。はい、ですので、このθ1とθ2の値を求めるということが必要になってきます。これね。なので、まずやることは方程式解けばいいと。そうしないとこの境目が分かんないですもんね。θ1 とθ2の値を求めたいんで。ね。これを解くと60度と120度ですよね。これは解けるようにしておきましょう。分かるんで、答えとなる範囲はここですねと、ね。60度とこちら側が60度、こちら側が120度ということはその間なんで、この太線のところに当てはまるのはね、θ が60度から120度の間であれば、サインθ、つまり y 座標も2分のルート3より大きい値を取りますよということですね。したがって、求める答えはこういうふうに出せるわけですね。練習をしましょう。まずはね、自分で解いてみてくださいね。図を書いて、イメージをね、しながらしっかりと解いてほしいなと思います。
それでは解説に行きますよ。1番、サインシータ小なりイコール2分の1。これはだから半径1の円周上の点の中で、y 座標が2分の1以下になるところを探るんですよね。ですからy イコール2分の1、ね、この辺かなって適当に線を引きましょうね。2分の1あたりにね。そして、問題となっているのは y 座標がそれ以下のところですから、この赤い斜線部分です。ね。ということは円周上でいうとこの赤い太線の部分。ただ今0度から180度で、求めてくださいというふうに言われてますので、180度からこの360度のところ、これはまあ使わないわけですね。なので、そこは削ってこのようになります。となると、あとはここの角ですよね。この角が必要になってくるんですけど、これはサインシータイコール2分の1の方程式を解いてやれば出てきます。ね。30度と150度。ということで、答えはこのようになりますね。はい。それでは2番いきます。コサインシータ小なり2分の1。コサインシータ、ね意味を考えましょうね。これって半径1の円周上で x 座標で現れてましたよね。ということは今度は半径1の円があって、x イコール2分の1、この縦の直線になります。今度はね。これの右側か左側かと言われれば、はい、左側ということですよね。x 座標が2分の1より小さいところですから。ね、で、この今出てきた点が境界のラインとなりますので、赤い太線の部分、こうなりますね。で、繰り返しになりますけど、今、0度から180度までの範囲で考えるので、この下の部分ですね、これはまあ今使わないよと、ねいうことで、上のところだけが残ります。ということは、まあ、ここ60度ですよね、求めると。と180度なので、答えがこのようになるということです。それでは3番ですね。やはり考え方は一緒です。半径1の円周上で、x 座標を中心に考えていきますので、x イコールマイナスルート2分の1、縦の直線を書きます。ここにね。ということは、そのこう境に x 座標の大きいところですから、まあ、こういうところですよね。で、この赤い斜線で、円周とかぶっているところというなると、この赤い太線のところ。ただ、0度から180度までしかいりませんので、結局、この上側だけが残ってくる。あとはここをね、角度で、指定してやればいいんですね。ちなみに、コサインシータイコールマイナスルート2分の1を解くと、ここ135度ですので、ねこのようになりますね。したがって答えはこうだということです。はい、では4番。サクサクいきましょう。コサインシータ小なり1、x イコール1の直線を書きますね。で、必要となるのはその左側。ただ1というところは入りませんので、そこだけご注意くださいね。はい、したがって、このようになるんですよね。ほとんどですね。で、0度から180度までしか考えませんので、上側だけと。したがって答えはこうなるということですね。はい、5番、サインシータで考えやすくするために辺辺をね2で割りましょうね。ということはこれで、半径1の円周上で高さが2分の1から2分のルート3の間のところの点を考えればいいということですね。半径1の円を描きます。境界となる線ですね。2分の1と2分のルート3。この赤い2本の直線の間ですよね。ここにあるんだということで、該当する点の集まりは、はいこの赤い太線のところですね。あとはこの角、ね原点と結んだ時の角をそれぞれ求めてやらなければいけません。
このようになりますよね。ということは30度から60度か、または120度から150度の間のシータであれば、この不等式を満たしますよと。問題で出てきた不等式を満たしますよということですね。はい。次、6番いきます。二次式ですよね。見たことがないような問題がもし出てきたら、自分の知識を、自分の記憶をですね、引っ張り出してきて、似たような形のものをね、連想しましょうね。それが問題を解いていくときの突破口になりますので、だから似た問題というのは自分の中でこう見つけられる練習をしておいた方がいいと思います。ね回答を丸々覚えるよりは問題の出され方、こういうのをしっかり頭の中に入れていく練習をすると、記憶の引き出しがあるとすれば分かりやすいタグがそれぞれの引き出しについて、ねいつでも記憶をすぐに取り出せやすい状態になるのかなと。でそれがひらめきにもつながるのかなと思いますので、練習をしてみてください。はい、では問題を解いていきます。とにかく二次方程式、二次不等式に似ているということで、コサインシータは x と置きましょう。はい、そうするとこのようになりますよね。で二次不等式の解き方というのはこれ、とりあえず因数分解したっていうのを覚えてますかね。因数分解できなければ解の公式を使うんですよね。なんでそんなことをするのか、ねそれは二次関数のグラフで考えるからですよね。この二次関数のグラフで、x 軸よりもこの場合は y 座標が0より大きいというふうになってますから、x 軸よりも上側の部分ということですね。その放物線上で上側にある部分の点の座標、その x 座標の範囲を見つけてやればいいんだということでしたよね。はい、ですので、このような放物線、この今赤いラインがついている部分ですね、これが上側ってことですね。x 軸の上側ということです。0より大きいところ。ということは、この境目どっから上なのかって知らなければいけませんので、方程式を解かなければいけない。方程式を解くと、2x 足す1からマイナス2分の1、そして x-3 から x イコール3というのが出てくるわけですよね。はい。ですので、図から、ねこのような範囲になりますねということが言えるわけです。はい。ただですね、3より大きい。x が3より大きい。で、これどういうことなのと。ねだってコサインシータですよ。これ、このまま解いていくと、コサインシータイコール3っていうのを解かなきゃいけなくなるんですが、そんなの答えありません。ねなんでこういう解にないものが出てきちゃったのかということなんですけど、ちょっと丁寧に説明しますね。はい、右側に、同じ文章ですけれどもね、こういうふうに置きますよね。で、この x で置き換えた段階で、シータが、ね式の中から消えてしまったんですが、これは存在しなくなったっていうことではないんですよ。ね、シータは常に存在しているんです。ね置き換えただけですから。ですので、x は常にシータが存在するような値を取らなければいけないんだということなんですね。代入して文字を消去したりする場合は常にその存在、元の置き換えられた文字の値が本当に存在しているかということを常に気を配りながらね、解くようにしてください。はいそうするとθは0度から180度までの値しか取りません。なので、これって繰り返しになりますけど、半径1の円周上で、コサインの場合は x 座標でしたよね。そうするとこの半径1の円周上の点の x 座標しかサインシータは取り得ませんので、0度から
180度までこういうふうに動いたとしても、1からマイナス1しか取らないはずなんですよね。例えばこの点にあったとしたら、ね、この辺、この点と、いろいろ、ね、0度から180度までいろんな点を取りうるんですけれども、そうするとそれに対応する x の値、ねというのは1とマイナス1の間をはみ出るということはないわけですよね。ですので、結局シータが0度から180度まで、どういうふうにどういう値を取ったとしてもx の値というのは1からマイナス1の値しか取り得ないし、その範囲の x でないと元のシータが存在しないということなんです。ねなので、マイナス1以上1以下という制限がつきますよ。ですのでね、ちょっとここに隙間ありますよね。ここ実はわざと開けたんですけれども、本当はここで正し書きがいったんですね。正し書きを書く必要が本当はあったんです。ですので、3というのはこれ超えてますので、ね該当するのは、実際はマイナス1から1までしか x 取りませんので、ね、別にこの放物線はこう全部書いちゃっていいんですよ。ただマイナス1から1のところだけで考えれば良いということですからね。そうするとマイナス1以上、結局必要なのはここの部分だけということですからね。マイナス2分の1未満ということになります。はい、ということはコサインシータの範囲も出てきます。でこれを解くということですね。はい、それはもう不等式でやったことでしたよね。マイナス1とマイナス2分の1のところの間ですから、ねこの青い線の分、ここの値を取るようなこの点の原点と結んだ時のこの角ですよね。何度あたりの点なのかなと、いうことですね。はい、そうすると今赤い2つの点が出てきましたけれども、ここがライン境界の点となりますので、求めてやって、ね120度っていうのはコサインシータが120度となる方程式を解いてやれば出てきますのでね。はい、したがって、120度小なりシータ小なりイコール180度という答えとなります。はい、説明は以上です。